はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、私河野玄斗が独断で選んだ2019年大学入試の数学難問ランキングベスト3の第2位を徹底解説していこうと思います。昨日の第3位の時も話した通りなんですけど、難問の中にこそみんなが押さえるべきエッセンスっていうものがギュッと詰まってるので、ぜひ皆さんに最後まで見ていただけたらなと思います。東大理系の第3問なんですけど、正直第6問と迷いましたね。ただ第3問にした理由っていうのは、単純に今回立体図形が範囲なんですけど、その立体図形が苦手な人が多いっていうのが一つ。二つ目としては、第6問の方が数3に入ってしまって、ちょっと文系の方が対象外になってしまう。ということで、第3問の方を選ばせてもらったという感じですね。なので第6問の方はまた別の機会に解説していけたらなと思います。ということで、今回のテーマは立体図形ということで、東大理系の第3問を解説していこうと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。今回は2019年大学入試数学難問ランキング第2位の問題はこちら。東大理系第3問。ちょっと待ってください。文章がすごく長いんですけど、一旦後ですぐ要約するので、もしこの原文のまま挑戦したい方は、今ちょっと動画を止めてぜひやってみてください。はい。いろいろ書いてあるんですけど、要は要約するとこういうことですね。まず、点 A, B, C, D が、ここの X 座標が2、Y 座標が2、X 座標がマイナス2、Y 座標がマイナス2、あと E が Z 座標がマイナス2と。こういったところにあって、点 P も X 座標が P、Y 座標が0、Z 座標が2の点にあると。このように、まず6点を考えるわけですね。で、その6点を結んであげた8面体を考えるわけですね。8面体 P, A, B, C, D, E を考えてあげると。で、その上で、AB と AD の中点 MN をそれぞれ考えてあげて、MNE、この3点 MNE を通って、AE に平行な平面で切断してあげるっていうわけですね。この8面体自身を。で、どうなりますかっていう問題なんですね。で、括弧1の場合は、8面体 PBCD の平面 y=0 による切り口、および平面 α の平面 y=0 による切り口を同一平面上に図示せよ。要はその8面体を XZ 平面で切ったとき、どういう切り口になりますか？あとさっきの MNE を通って AE に平行な平面を XZ 平面で切った時の切り口はどうなりますか？それを同一平面に図示してくださいねっていうのが括弧1。で、括弧2は8面体があって、それを平面 α で切った時の切り口が八角形となるような P の範囲はどういう範囲ですかっていう問題ですね。で、括弧3はいろいろ書いてあるんですが、後で詳しくやっていきましょう。括弧3が今回は結構難しい問題なんですけど、で、今回は結構要は8面体を切断していくっていうところじゃないですか。単純に立体を把握するのがすごく難しい。結構立体図形っていうものを苦手にしてる人が多いんですけど、基本的に立体図形っていうものは立体として捉えなくても解けるものが多いわけですね。だったり、比較的簡単に立体ってこういう風になってるなっていうものが分かりやすい問題が多いんですけど、今回の問題はちゃんと立体っていうものをどういう風な形になってるのかなっていうのを一個一個挙動を追っていくっていう作業が入試の限られた時間の中でしっかりとやりきるっていうのはすごく難しかったんじゃないかなと思います。ということで今回カッコさんは結構難易度は高いんですが、ただポイントを押さえれば確実に解ける問題になるはずなので、ぜひポイント、今回抽出するエッセンスっていうものをしっかり吸収してもらえればなと思います。括弧1に戻りますが、8面体 P, A, B, C, D, E の平面 y=0 による切り口を考えるわけですね。今、A, B, C, D しか書いてないじゃないですか。もうそれで十分なんですよね。なぜかっていうと、これ、立体の形を捉えるのが苦手な方におすすめの捉え方があって、水体の捉え方をはい。底面と頂点を区別して捉えるっていう方法がおすすめです。今回で言うと A, B, C, D っていうものを底面として見てあげて P っていう頂点があってこういう風に伸びてると。放射状にバーッと伸びているっていうイメージを持ってもらえるといいかなと思います。E の方も A, B, C, D を底面として E が頂点でバーッと伸びてる感じですね。それが上と下からパッと A, B, C, D を挟んでるっていうイメージです。で、この捉え方っていうのは、仮にその形が斜めって言ったり、あと三角錐とか、結局どの面も
底面にできるしっていう場合でも、ちゃんとそれを意識するっていうことがすごく重要になってきます。三角錐だとしても、この三角形を底面としてみて、この点を頂点として放射状に伸ばすんだっていうところをしっかりと意識する。それだけで一気にその立体図形がこういう形になってるんだっていうものを捉えやすくなるのかなと思うので、僕はあえて今回 ABCD とだけ書いて、P がこうやって伸びてるよ、E がこうやって伸びてるよっていうのは皆様の頭の中に委ねることにしましたという感じですね。で、今回括弧1は切り口を求めてるわけなんですけど、これもまたやらせたいことは明確。空間の問題のポイントっていうのは何かっていうと、適切な平面に落とし込んで考えるっていうことなんですよね。大丈夫ですか？つまり空間っていうのは結局は、その平面、わかりやすい平面を連続で考えていって、その集合体として一つの問題を解いていくっていうイメージなんですね。空間を空間のまま捉えるのって難しいんですよ。だから、ほとんどの問題では、いい感じの平面を取ってきてあげて、そこで考えるっていうことをするとうまくいきますと。で、今回の場合は、切断面がメインの話になってきますね。切断面がメインの話は、直線との交点だったり、面との交線。これを意識するといいですね。切断面があって、直線があったら交点が一つできる。一方、切断面があって、ある面を貫くとしたら交線ができるわけですね。こいつらを意識する。要はその切断面で一気に全体がどういう切断面になってるかなっていうことを考えるんじゃなくて、一個一個の交点と交線を一個一個考えていくことで、その集合体としてその形が分かっていくということですね。ここを意識する。っていうことを今、ここが全体がその空間図形をどういうふうに考えていくかっていうところの、いわゆる総まとめみたいな感じなんですが、ここの部分がすごく重要になってきます。で、この適切な平面に落とし込んで考えるっていうのは、不要な部分を写生して見たいところだけを見るだけですね。っていう意義もすごく大きいんですよね。っていうのも、平面図形とかでもそうなんですよ。これ平面図形とかでも使える考え方なんですけど、括弧1から括弧3まで問題があったときに、括弧1で使う部分っていうのは、要は例えば三角形 ABC とこの点 D だけ考えれば、括弧1は成り立つと。他なんか点 X とか点 Y とかいろんなものがあるけれども、ここだけ取ってくれば、括弧1の問題自体は成り立つんですよっていう、その問題が成り立つ最低ラインっていうものをしっかりと見極めて、そこの部分だけを見る。っていうことによって問題の見通しがすごく良くなったりするんですよね。だからそういう不要な部分を写生するっていう意味もこの切断面。たくさん点がある中で、ここの部分だけ見ればいいよっていうことで、見たいところだけを見るという意義も大きいと。これは空間図形に限らず平面図形でもしっかりと意識してほしい内容なんですが、これについて詳しいことはその問題の中で説明していきます。じゃあ実際括弧1の問題を解いていきますけど、まず8面体を XZ 平面でここで切ると。この平面で切ってあげるわけですね。8面体を。頭の中でイメージしてください。まあ8面体どうなってるかなっていう。基本的に XZ 平面を境に対称ですよね。っていうのは分かってもらえるかなと思います。まあ分かんなかったとしても、一個一個の直線とその面の交点だったり交線だったりを意識するっていうことで解けるわけですね。今回で言うと、PA は、PA そもそも XZ 平面上じゃん。じゃあ、この直線と平面の交点っていうか、交線になってるわけですね、もはや。で、PC も同じだ。AE も同じだ。CE も同じだっていう風になるわけですよ。だから、8面体の XZ 平面の切り口はもうこれで確定するんですよね。それ以外の部分ではもう交点を持たないので。一方で、じゃあ平面アルファの切り口の方を次考えてみると、MN を通って AE に平行な平面が平面アルファになるわけじゃないですか。ということで、まず考えてほしいのが MN と XZ 平面の交点ですね。それって明らかに MN の中点と。ここを通ってあげる。で、かつ、全体が AE と平行なわけだから、この中点を通って AE に平行な直線が交線になるわけですよね。よろしいですかね。っていう風に一個一個交点とか交線とかを意識してあげると。そうすることによってグラフは簡単に書ける。XZ0 があって、まず8面体の切り口を考えると、これ点 A、これ点 C、これ点 E、
で、これが点 P と。これを結んであげれば、こんな感じになるわけですね。で、あとは、平面 α の切り口なんですが、ここの中点1の部分を通って、傾きが A と平行なので1ですね。傾きが1の直線を P と引いてあげればいいわけですね。このマイナス1を通って引いてあげればいいと。よろしいですかね。で、ここで注意してほしいのが、P の位置がどこにあるかによって、こいつがこうなるか、こうなるか変わってきますよね。よろしいですかね。要は、青のこの直線の位置関係が、こっちにあるか、こっちにあるかが変わってくると。具体的には、この直線は y イコール x-1 なので、y 座標が2の時、x 座標が3になるというわけですね。だから p が3の部分を境に、こっちになるかこっちになるかが変わってくるわけですね。だからこそ、同一平面上に随させるっていうのは、そこの目的っていうものを照らすと、こういう風に、この頂点の部分、要は P の部分とその切り口のここの直線、平面 α の切り口のこの直線の位置関係っていうものを3を境にして考えさせなきゃいけないっていうことを明示してるんだなっていうような問題だと。そこをちゃんとしっかりと明確にさせましょうっていう問題なんだなっていうことがわかるわけですね。あとは、単純に、2から P が3の時、こっちに書いて、3から P が4の時、こっちに書いてあげればいいわけですね。だから2つ図を書いてあげればいいわけです。まあそこら辺の細かい答えは一旦今省略しますが、こういうふうに考えていくわけですね。次、括弧に8面体の平面 α での切り口が八角形となる P の範囲を求めなさい。この8面体を平面 α で切ってあげるわけですよ。で、その時に切り口が八角形となる P の範囲を求めようというわけですね。これも結構冷静にならないと意外とパニクる問題ですね。切り口が八角形、どういう形になってるんだろうっていうことを意識しなきゃいけないんですよ。でもこれは形をパッと意識するのって難しいですよね。だったらどう考えていけばいいかっていうと、しっかりと交点だったりを意識していくと。MN を通って AE に平行な平面 α を考えたときに、交点がどこにあるかなっていうことを考えていくと。DE と AE にはまず明らかに交点ないですよね。AE に平行な平面を作るので。一方 DE を考えるとありそうですよね。DE を考えるとありそう。で、BE の方を考えるともちろんありそうですね。ありますね。AE に平行なものを引くと。次に EC との交点を考えるともちろんありますよね。イメージしてあげれば。MN を通って AE に平行な直線って考えてあげると、ここを到達しますよね。今、図はすごく汚いですけど、図のままで捉えるとこうなっちゃうんですよ。だけど、図のままで考えるんじゃなくて、一個一個の交点で考えてあげると。そうすると、DE と交点があるし、BE とも交点があるし、CE とも交点があるという話で、こういう感じになるわけですね。下の方では。M と N と、このDE との交点、CD との交点、ちょっと N と被っちゃいましたけど、BE との交点。この5つの点が下側にあるわけですね。じゃあ、あとは上側の方に何があればいいかっていうと、MN を除いて3箇所とぶつかればいいんですよね。3箇所でぶつかれば3個の点ができて全部で八角形になるというわけなんですよ。ここまではよろしいですか？ということで、上の場合を考えてあげると、まず、PC とは、ぶつかるかぶつからないか。これについてはさっきやったところ。これですね。さっき、これが PC に対応するわけじゃないですか。PC とこの青い直線がぶつかるには、P が3から4の場合だとぶつかるんですよ。これでさっきの話が出てくるわけですね。PC には3から4の間だったらぶつかると。じゃあ PD は、で、次 PA はとか PB はっていうふうに考えていくわけですね。で、3箇所にぶつかればいいので、この4本の直線のうち3箇所にぶつかるようなものを考えなきゃいけないというわけですね。じゃあ、P が今3から4だった場合を考えると、かなりこっち側にある場合ですね。その場合、PC とぶつかるわけじゃないですか。ここ。PC とぶつかるってことは、その過程で PD とも PB ともぶつかんなきゃおかしいですよね。わかりますかね？PB とも PD ともぶつかるはずなんですよ。M と N で
を通って AE に平行な平面を考えてあげると、PC を通る過程で PB と PD にぶつかる。一方で PA にはぶつからないですよね。こうやって上側にあるわけだから。っていうことで、上の3箇所にぶつかる。だからここでは八角形になるわけですね。これでもう答えは出るんですけど、一応2から3の場合も考えてあげましょうと。その場合は、今度 P はこっちにあるの。左側にあるので、結局ぶつかるのって P と A を結んだところと青い線がぶつかると。つまり、ここでぶつかりますよね。ここでぶつかるというわけなんですよ。じゃあ、ここにぶつかるっていうイメージを持ってあげるとどうなるかっていうと、もちろん、この断面が PB とも PC とも PD ともぶつかる余地がなくなるわけですね。つまり上半分で、MN を除いたところでは1箇所しか交点を持たないんですよ。ということで六角形になるわけですね。以上より3から4の範囲であれば良いというわけなんですね。大丈夫ですかね。こんな感じでもう、この図を見て何が何だか分かんないと思うんですよ。ただ分かんなくていいんですよ。結局は、一個一個の交点を考えてあげればいいんです。ということで、カッコ3に行きます。カッコ3も一個一個の交点を見てあげるっていうことで忠実に守ってあげればできる問題なんですね。P がカッコ2の範囲を動くと。だから3から4。つまり、切り口が八角形ってことですね。P がこの範囲を動いて、八角形と切り口が。その切り口のうち、y が0以上、z が0以上の部分を点 xyz が動くとき、点 yz の範囲の面積を求めよう。どういうことだ？切り口のうち、この部分をこれが動くとき、点 yz の範囲の面積を求めよう。文章はなかなか見慣れないですよね。これをいかにしてしっかりと言い換えるかっていうことが重要になってくるわけですね。今回、y が0より大きい、z が0より大きいっていう場合だけを考えればいいんですよ。これが見たいとこだけを見るっていうことなんですけど、で、その上で、その部分を xyz が動くと。なんか xyz があったときに、この点 yz の範囲の面積。これって要は x を隠してるってことですね。x を隠してる。これはどういうことかっていうと、x が何を取ろうが yz のある値に来るというわけですね。イメージ的には、これを yz 平面にベッと x 座標を無視して持っていくというイメージですかね。言い換えれば、これって切り口の y が0以上、z が0以上の部分を yz 平面に遮影した領域の面積を求めましょうっていう、そういう問題に変わるっていうのがわかりますか？遮影すると。だからこう、切断したものを yz 平面に影、光を当ててあげて、できた影の面積を求めるということなんですね。これをまず言い換えてあげる。これについては、わかんなかった方は、確かにこういう言い換えができるんだなっていうことを一回学んでおくといいかなと思います。で、今回は考えなきゃいけないのは y が0以上かつ z が0以上の部分なので d も e もいらないですね。だから見たいところだけを見るっていう観点から言うと、n もいらないし、ここだけになるんですね。この a と b と c と、あと m とこの点々々と。で p と。ここだけ見れればいいんですね。じゃあ、あとはどうやって考えていけばいいかというと、それぞれ考えていってあげましょう。P が3から4の間を動くわけですよね。それはどういうものだったかっていうと、PA とは交点を持たなくて、PB と PC とは交点を持つと。あとは反対側の PD とも交点を持つものだったわけですね。だから、この MN を通って AE と平行な平面っていうのは、こういう風になったわけなんですよ。大丈夫ですか？イメージ的には y が0以上、z が0以上っていう部分を加味すると xz 平面と xy 平面。これの部分で仕切られてるわけですからね。ここの xy 平面によって z が0以上の部分っていうものが規定されて y が0以上っていうのは xz 平面。これによって規定されると。だからそことの交線も意識してあげるとこういう風な形が引けるわけなんですよ。イメージ湧きますかね？これもまた交点っていうものをしっかりと一個一個追ってあげるというわけですね。で、ここの部分の交点は XY 平面とか XZ 平面っていう切り口を考えてあげたときに必然的に出てくる点のことですね。ここまでは大丈夫ですか？で、あとはこれの YZ 平面に遮影してあげればいいんですよ。つまり言い換えればそれぞれの点を求めてあげればよくないですかっていうところ。ということで AB と AC と PB と PC
の平面 α との交点の yz をそれぞれ求めてあげればいいと。それで、あとは面積を求めてあげれば終わりっていう感じなんですね。という、こういう感じで言い換えることができるんですよ。これ結構立体の問題ってイメージするのが難しい。ただイメージしなくていいんですよね。極論。見たいとこだけしっかりと見ていくっていうことをちゃんと訓練積めばいいわけなんですね。だから全部あっていろんな情報があっても自分はもうパニックっていう風にならないっていうことがすごく重要になってくるわけなんですよ。切断面の場合は交点だったり交線だったりを意識して考えていく。で、わかりやすいところから求めていきましょう。まず AB との交点っていうのは明らかに M ですよね。だって平面 α は MN を通るっていう風に言われてるわけですから M に決まってるんですね。だから、ここの部分っていうのは YZ 平面に遮影したら当然 Y が1、Z が0になりますね。はい、で、AC との交点。これは当然ここになってるけども X 軸上なので、それが YZ 平面に遮影したら00になるに決まってますよね。ということで AB と AC の交点は簡単。だからあと PB と PC の平面 α との交点を求めればいいと。次に PC を求めてあげますか。PC との交点は全部 XZ 平面で全て完結しますよね。っていうのは PC を考えてあげて、で、あとは平面 α を考えてあげると MN を通って AE を平行。AE に平行な平面なので、当然、これカッコ1でやったやつと一緒ですね。カッコ1でやったように、こういう風な XZ 平面で切断したときに、ここが交点になるわけなんですよ。ということで、そのカッコ1で求めたような PC とこいつの交点を求めてあげればいいと。これは当然 z イコール x-1 で PC の方は傾きが p プラス2分の2なので z イコール p プラス2分の2カッコ通る一点がマイナス2、0だから x プラス2というふうに言えるわけですね。あとはこいつとこいつを連立させてあげればいいと。x-1 イコール p プラス2分の 2x プラス p プラス2分の4と。で、これを、こっちに行こう、こっちに行こうっていうふうにしてあげれば、p プラス2分の p プラス2っていうのをイメージしてあげれば、p プラス2分の px イコール p プラス2分のこれ p プラス2になるから p プラス6と。だから x イコール1プラス p 分の6って感じですね。割ってあげれば、これ消えて。で、z っていうのはそれに1引けばいいから p 分の6という感じですね。ということで、点は、この x 座標が1プラス p 分の6、y 座標が0。で、z は p 分の6になるので、これを yz 平面に遮影すると、はい、0p 分の6。ここに対応しますね。ここの部分が p 分の6になるわけですね。あとは pb との交点を求めてあげればいいんですよ。pb との交点。しかし今回は厄介だぞと。今まで PC はさっき言った通り XZ 平面で完結したし、あと AC とか AB はもうぶつかってるところは丸見えなんで問題なかったんですけど、PB に関して言えば空間の中で、どうやって切っていったらいいんだろうっていう風になってくるわけですね。だから、これは図形的にパッとは解けないというわけなんですよ。じゃあこういった時の問題はよくありますよね。いわゆるベクトルだったり空間座標問題の鉄則があるんですね。これは絶対に押さえなきゃいけない。これはベクトルっていうところの範囲ではもう常に意識しなきゃいけない鉄則ですね。これはどういうものかというと、まず、丸1、求めたい点がどういう点かを1になるように説明する。1にっていうところがポイントですね。本文で言うと、この交点っていうのはどういう点ですかって考えたときに、もちろん直線 PB 上かつ平面 α 上っていうものが説明になるわけなんですよ。交点の。大丈夫ですかね。で、しかもこれによって1になりますね。PB 上って言っとったらたくさんあるけど、その中で平面 α の上に乗ってるものって言ったら一つしかないというわけなんですね。わかりますかね。で、それを踏まえた上で説明に基づいてその式を立てて解くと。直線 PB 上っていうので一つ式が立つ。平面 α 上っていうので一つ式が立つ。つまり、考えなきゃいけないこと、ベクトルとかで学ばなきゃいけないことっていうのは、まず点っていうものをどういう風に捉えていくかっていうところの説明の練習、この丸1の練習がまず一つ目。そのもう一つの勉強としては、その説明したものがどういう風に式として表されるのかっていうところを考えてあげると。あとはただの計算なので問題ないかなと思います。この2ステップを踏むっていうことを常に押さえておいてください。で、説明に基づいて式を立てておくと。で、今回の式を立てるっていうところのポイントとして、直線上、特に空間座標内の直線上を表すためには、
パラメータを用いてくださいというわけなんですね。パラメータ。これがベクトル方程式とかでもよく出てくるやつですね。通る一点があって、方向ベクトルがあったら、通る一点 A プラス方向ベクトルの t 倍だったり、あとは通る2点があった場合、ベクトル A とベクトル B の通る2点があった場合は、こういう風に和が1になるように、ベクトル方程式を置けるという感じですね。こういうパラメータを用いて表してあげるっていうのが鉄則ですね。これ以外多分無理なので。まあ一応直線の方程式っていうものがあるんですけど、それを使うのはあまり賢明じゃないので、結果的に必ずパラメータを用いることになるというわけですね。今回の問題どうやっていけばいいかというと、まず PB 乗かつ平面アルファ乗。これを式立てていってあげましょう。PB 乗っていうことからもうパラメータ使わなきゃいけないんですよ。で、パラメータって言ったら P02 と020。これの直線上にあるということなので、この内分点を例えば t 対 1-t というふうに置いてあげることによって PB 上の点っていうものはクロスしてかけてあげればいいのでね。pt2-2t2t という感じになるんですかね。で、かつこれが平面アルファ乗っていうところで式を立ててあげればいいと。平面アルファ乗って何かなって考えたら、平面アルファっていうものは基本的には平面上だったら通る一点があって、2つの方向ベクトルがあって平面アルファを表す。この点、この1ベクトル A ベクトルに2つの方向ベクトルの線形結合をしたものを足してあげたものがそのベクトルになりますよっていうのが一応基本的な平面上であるっていうことの説明ですよね。はたまたこの3つを考えてあげて、この平面上っつったら SP たす TQ たす 1-S-TR ベクトルっていう風な考え方。要は足して1になるようにっていうのがよくあるパターンなんですが、今回の場合は普通に平面の方程式は一発でわかるので、x-z イコール1、z イコール x-1 でしかないですよね。この z イコール x-1 っていうのが平面であって、それがずらーっと y 方向でも続いていってるわけです。y イコール k。k がどんな値であったとしても、結局切断面は全部 z イコール x-1、x-z イコール1になるので、平面アルファはこうやって表せると。これはわかるというわけですね。平面の方程式が苦手な方は、これを機に復習しておいてください。で、これを連立させれば簡単。p-2 の t が1だから、t は p-2 分の1になるということがわかるから、yz を求めればいいので、yz の部分は、p-2 分の 2p-6 ですね。2t は p-2 分の2というふうになると。ここに遮影されますよっていうことがわかるわけですね。大丈夫ですか？で、あとはもう簡単。以上の議論から yz 平面に遮影するとこういう感じになりますね。ここの部分が、その10と p 分の6とこのところと、あとその原点の部分。この4つを結んだここの部分の面積を求めてあげればいいというわけになるわけですね。あとはもう簡単。こういうふうに分けてあげれば、この三角形とこの三角形になるから、求めたい面積 S っていうものは、2分の1かけ下の方を考えると、1かけ p-2 分の2と。足す、今度上の方を考えてあげると、底辺かける高さ。イコール、あとはこれを計算してあげればいいだけなので、ここの部分が上が 2p になって、こっちの方は 12p-36。2p だから 14p-36。2かっこ 7p-18 か。だから、こんな感じで解けるわけですね。はい。ということで、結局、その切断面がどうなったかっていうところをあまりイメージせずとも、交点だけ追ってって、見たいところだけを見て、全体像をしっかりと押さえていくということができるわけなんですね。こんな感じで、ちょっと、本番だと、これがどこにぶつかって、みたいな感じで、冷静になって考えていかずに、パッと見て、なんかいろんな点があって分かんないぞっていう風になってしまう人が多分多いと。かつ、焦ったりするんですよ。焦ったりする中で完登するのは難しいかもしれないんですけど、冷静になって考えてみると、意外と解けそうな問題ですよね。
ということで、今回のポイントは、空間の問題のポイント、適切な平面に落として考えるで、切断面っていうものは直線との交点、面との交線を意識する。で、それは不要な部分を写生して見ていく。これは全てにおいて重要ですね。見たいとこだけを見るっていうことも重要だと。あと鉄則として、求めたい点がどういう点かを1になるように説明して、それに基づいて式を立てて解くっていうのは、この流れはすごく定番なので、しっかりと復習しておいてください。で、ちょっと補足なんですけど、平面上の図形を別の平面に写影すると、その写影後の面積が分かれば元の図形の面積が容易に求まるんですよ。これどういうことかというと、ある図形が平面上にあって、それを別の平面にこうやって写影すると。そうすると、こう図形ができますよね。この写影後の面積が分かれば、簡単に元の図形が求まるんですよ。これはどういうことかっていうと、微小な長方形に分離してあげてください。ちょっとイメージしやすいように、平面があって、これとシータの角で交わってる平面がこうやって写影されると。こういうふうに上から写影されたとしますと。その場合っていうのは、じゃあ長方形単位で考えてあげると、この長方形が写影されると、これ、ここの部分が横の部分の長さが一定で、高さの部分がコサインシータ倍されることがわかりますよね。ここ X をすると、ここは X コサインシータになると。要は面積はコサインシータ倍になるんですよ。だから、こういう微小な長方形の連続体として、ここの図形を考えてあげれば、結局、写影後の面積っていうのは、コサインシータ X 倍になることは容易にわかると。コサインシータ倍されることがわかるので、その形のコサインシータ分の1倍をかけてあげれば、写影前の面積がわかるってことですね。だから今回の問題で言うと、出てきた面積 S があるじゃないですか。S をコサインシータ分の1倍。今回は YZ 平面に写影したんですけど、YZ 平面と平面 α の角度って45度じゃないですか。だからコサイン45度はルート2分の1。分の1倍なんで、ルート 2S。括弧3で求めた S のルート2倍が、その Y が0以上、Z が0以上の部分の面積になるわけですね。平面 α の。っていうように同じようにやっていけば、その平面 α の切り口の面積全体を求めることも結局簡単。写影することによって出てきた図形の面積を求めて、それをただルート2倍すればいいだけっていうことになるわけですね。っていうのが法則でした。まあこれについては、こういう問題もどっかの大学で聞かれてもおかしくないので、今回説明しました。ということで、今回は、結構盛りだくさんな内容だったと思うんですけど、押さえたいこと、知っておきたいことは本当にここの部分。どんなに複雑な立体図形の問題も、見るべきところだけを見れば解けるんだよっていうことをお話ししました。ということで、今回はこんな感じですかね。明日はいよいよ2019年難問ランキングベスト1の解説をしていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。今回の動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、あとコメントで第1位の問題の予想だったり、ぜひしてもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。